ワールドウォー2疑惑にようこそ。今回は軍隊の作戦行動における水、兵士にとっての生命線、これに焦点を当てていきたいと思います。食料や弾薬ももちろん重要ですが、水は時にはそれ以上に死活問題になりうる戦略物資と言えますね。安全な水がなければどれだけ優れた兵器を持っていても兵士が屈強でも文字通り動けなくなってしまいますから、今日はその水をめぐる戦場のリアルな部分をちょっと深く掘り下げていきましょうか。もし今回の分析を楽しんでいただけましたら高評価をお願いします。また最新の情報をお見逃しないようにチャンネル登録もお願いします。まずは本当に基本のところから、兵士一人がどうやって水を飲んでいたのか。特に過酷な行軍中ですね、出発前にたくさん飲んでおくようにみたいな指示があったそうですね。ええ、そうなんです。行軍前には可能な限り十分な水分を補給しておく。これはもう基本中の基本でした。体の中にいわば貯水をしておく、そんなイメージですね。貯水ですか。なるほど。ただ面白いのは行軍が始まってからなんですよ。休憩の時に水を飲むわけですが、基本的には口を湿らせる程度にしろと。ガブガブ飲むのはむしろ良くない、危険だとさえ考えられていたんです。そうなんですか。かなりきつい状況だと思うんですけど、なんでまたそんな厳しいルールが？その裏には脱水症状の本当の恐ろしさがあるわけですね。体から水分が失われることで兵士の能力がどれだけ急速に、そして深刻に落ちていくか。具体的にはどのくらい影響が出るものなんですか？まずですね、体重のほんの 2% の水分が失われただけで強い喉の渇き、それから不快感を覚えます。これが最初のサインですね。 2% でもうですか？でも問題はここからなんです。5% を失うと、これはもうまともに戦闘行動を取るのは難しいレベルです。極度の疲労感、吐き気、それから集中力もガクッと落ちます。暑い中での激しい行軍なんかだとほんの数時間でこのレベルに達することもあります。たった 5% でそこまで。いや、これは武器の手入れとかと同じくらい、下手したらそれ以上に水の管理が戦闘力に直結するってことですね。まさにおっしゃる通りです。さらに失われるともっと深刻で、10% 失う段階になると兵士としての機能はもうほとんど停止状態と言っていいでしょう。めまいがしてまっすぐ歩くのも困難になる、ろれつが回らなくなることもあります。そして 12% を超えてくると、もう食べ物や水を飲み込むこと自体が難しくなって意識もはっきりしなくなり、そのまま命に関わる状態になります。 12%。この急激な能力低下を防ぐために計画的で規律ある水分補給というのが強く求められたわけです。単なる精神論とか根性論ではなくて、非常に合理的な判断だったんですね。なるほど。規律ですか。確かに極限状況では自己管理能力そのものが問われるんでしょうね。ではその命に関わるほど重要な水ですが、1人当たり1日にどれくらいの量が必要だと考えられていたんですか？これも場所とか状況でだいぶ違いそうですけど。おっしゃる通り、活動する地域、つまり気候ですね。それから兵士がどんな活動をしているか、これで必要量は大きく変わってきます。例えば比較的気候が穏やかな温帯地域、ここでそれほど激しい活動をしない場合でも飲料水として、それから調理、あとは最低限の衛生管理、体を拭いたりとかですね、そういうのを含めて1日に数リットルは必要とされていました。それが例えば熱帯のジャングルを合訓するとかになると、もう格段に増えますね。1日に10リットル以上、場合によっては20リットル近くの水が必要になることもあったようです。20リットル？あるいは砂漠のような乾燥地帯、ここでも当然大量の水が不可欠になります。しかもこれらはあくまで最低限の目安なんですよ。これだけの量を部隊の全兵士分毎日毎日確保し続ける、これが兵隊にとってどれだけ大きな課題だったか。いやー、量を確保するだけでもとてつもない労力ですね。でもさらに大きな問題がその水の質、つまり安全かどうかですよね。見た目は綺麗でも飲んだら大変なことになる水もあるわけですから。まさにそこが水の確保におけるもう一つの非常に深刻な側面なんです。汚染された水というのは文字通り見え去る敵となって部隊を内側から蝕んでいく可能性がある。戦場では赤痢とか腸チフス、コレラといった水が媒介する感染症が常に大きな脅威でした。感染症、
下手したら敵の銃弾よりも怖いなんて話も聞きますけど。それは決して大げさな話ではありません。一度発生してしまうと、特に兵士が密集している部隊内ではあっという間に広がってしまいます。そうなるともう戦闘どころではなくなって、部隊の戦闘能力は劇的に低下します。歴史を振り返っても、戦闘そのものよりもこうした病気によって壊滅的な打撃を受けた軍隊の例は少なくないんですよ。さらに問題は自然発生的な汚染だけじゃないんです。と言いますと、まさか意図的に？化学兵器による汚染のリスクはもちろんですが、もっと原始的な方法で敵が井戸などの水源に例えば石油製品を流し込んだり、あるいは動物の死骸なんかを投げ込んだりして、その水を使えなくしてしまうというような妨害行為も想定されていました。うわー、それはなんというか陰湿ですね。物理的な打撃だけじゃなく、心理的なダメージも狙った戦術と言えるかもしれませんね。なるほど。そうなると手に入れた水がそのまま飲めるなんてまず考えちゃいけない。浄水っていうのが絶対に必要だったんですね。その通りです。安全な水を確保するための対策はもう部隊の存続そのものに不可欠でした。一番基本的な方法は塩素系の薬剤、あるいはヨウ素なんかを使った科学的な消毒ですね。これらを水に加えて病原菌を殺菌するわけです。それは兵士一人一人が持っていたりしたんですか？兵士個人に配られる、小型の浄水剤もありました。兵士はこれを自分の水筒の水にポチャンと入れて消毒したわけです。それから部隊単位ではもっと大量の水を処理する必要がありますよね。その際によく使われたのがリスターバッグと呼ばれるものです。リスターバッグ？はい、丈夫なキャンバス生地でできた大きな袋で、吊り下げ式のタンクみたいなものですね。これに川の水なんかを入れて、規定量の塩素剤を投入してしばらく置いておく。こうすることで比較的簡単にある程度の量の飲料水を確保できたんです。へえ。でも塩素消毒って独特のちょっとツンとするような匂いとか味があったんじゃないですか？兵士の人たちは嫌がらなかったんでしょうか？それはおっしゃる通りですね。塩素の匂いや味は決して快適なものではなかったでしょう。当時の記録なんかを見ても、その味に対する不満の声は結構見られますね。やっぱり。しかしそれはもう安全とのトレードオフだったわけです。病気になって倒れてしまうリスクを考えれば、多少の味は我慢せざるを得なかった。とはいえ、どうしても薬剤は手に入らないとか、薬剤だけではちょっと不安だという場合の最終手段として煮沸がありました。これは一番確実そうな気がしますけど。はい、数分間しっかり沸騰させればほとんどの病原体は死滅しますから、最も信頼性の高い方法の一つではありました。ただ前線で特に移動中の部隊がですね、水を飲むためだけにわざわざ火を起こして時間をかけて煮沸するというのは、現実的には非常に難しい場合が多かったんです。そっか、燃料も水もどっちも確保しないといけないとなると、これは大変だ。そもそもその浄水する前の元になる水、原水っていうんですか、それは前線の部隊ではどこから手に入れてたんでしょう？水の発見と確保は主に工兵部隊のような専門の部隊の重要な任務でしたね。基本的な原則は現地調達です。可能な限り作戦を行っている地域内で水源を見つけ出す必要がありました。利用できる水源としては大きく分けて、雨水、それから川や沼といった地表水、そして井戸や泉などの地下水がありました。それぞれ良さそうな点と難しそうな点がありそうですね。そうですね。地表水、特に川とか小川は比較的見つけやすいんですが、やはり汚染のリスクが高い。ですからどこから水を取るか、その場所選びには注意が必要でした。原則として飲料に使う水はできるだけ上流のきれいな場所で確保、そして洗濯とか体を洗ったりするのは下流で行うといった使い分けが推奨されていましたね。取り口も川底の泥とか水面のゴミとかを避けて、流れの中ほどから取るようにといった細かい工夫もされていました。なるほど。地下水はどうでしょう？なんとなく地表の水よりは安全なイメージがありますけど。そうなんです。土の層がフィルターの役割を果たしてくれるので、地表水よりは水質が良いことが多いです。井戸にも手で掘る比較的簡単なものから、パイプを地面に打ち込んでいくもの、あるいは機械を使って本格的なボーリング井戸までいろいろな種類がありました。泉ももちろん貴重な水源でしたね。ただ問題点もあって、
地下水脈を正確に見つけてさらに井戸を掘るとなると、専門的な知識や機材、そして何より時間と労力がかかります。戦闘の状況がどんどん変わっていくような流動的な場面では、なかなか悠長に井戸を掘っている時間はないという場合も多かったでしょうね。特に第二次世界大戦の例えば太平洋の島々とか、ああいうマゼだと水そのものを見つけるのが大変だったでしょうね。サンゴ礁の島なんかだと井戸を掘っても塩水しか出てこないなんてこともあったでしょうし。まさにおっしゃる通りです。そこでは雨水を貯めることが非常に重要な手段になったり、あるいはもう船で本土とか後方の基地から大量の水を輸送する必要に迫られることもありました。一方で、例えば北アフリカの砂漠戦線、ここではオアシスとかわずかに存在する井戸が戦略的に見て極めて重要な意味を持ちました。水源の場所そのものが作戦の目標になることさえあったんです。へえ。このように戦場の地理的な状況によって水の確保の仕方とか、その難しさも全く異なっていたわけですね。いや、本当に場所によって全然違うんですね。そしてそうやって苦労して見つけた水もそのまま飲めるとは限らない。そこでさっき話に出た浄水が必要になると。その通りです。そこで行われる処理は普段の水道水を作るプロセスと似てるんでしょうか？基本的なプロセスとしては、現代の浄水場の仕組みをギュッとコンパクトにしたような感じです。まず薬品を使って水の中に浮遊している濁りの元になる小さな粒子をくっつけて大きくして沈みやすくする。これを凝固と言います。ふむふむ。次に砂とかフィルターを通して細かい不純物を取り除くろ過。そして最後に塩素などを加えてまだ残っているかもしれない細菌を殺す消毒。この一連の工程を経ることで比較的安全な飲料水を作り出していたわけです。かなりちゃんとしたプロセスを踏んでいたんですね。でもこれもやっぱりマニュアル通りというか理想通りにはいかなかったんでしょうね、きっと。もちろんです。マニュアルにはもちろん理想的な手順が書かれていますが、実際の戦場というのは常に想定外のことが起こります。機材が故障したり、浄化に必要な薬品が足りなくなったり、あるいは敵の攻撃で作業が中断されたり、何より常に時間に追われていましたからね。それでもこうして確立された原則とその時点で利用可能な技術があったからこそ、多くの兵士が水というまさに生命線を確保して戦い続けることができた。これは間違いないと思います。こうして全体を見てくると、戦場での水の問題っていうのは単に喉の渇きを癒すっていう生理的なレベルの話だけじゃなくて、兵站、衛生管理、部隊の戦闘能力、さらには作戦そのものの成否にまで関わる本当に奥が深いテーマなんだなっていうのがよくわかりました。今回の分析はここまでです。もし楽しんでいただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いします。次回もお楽しみに。